今日はダイソーのラバーグリップシャープペンをレビューしていこうと思います。こちらのシャープペンは税抜き100円という非常にお手頃な価格で買えるんですけれども、かなりクオリティが高いです。自分は最初使った時にこのクオリティの高さに本当にびっくりしたほどなので、こちらのペンの魅力について詳しく紹介していこうと思います。まずこちらのシャープペンは10本入りのシャープ芯とセットになっています。HB なんですけれども、結構硬めな芯で比較的細く書けるんじゃないかなと思いますね。ただ気になる方はほとんどいないと思いますが、ちょっとキュッキュッっていうので自分は嫌いな部類に入る芯です。カチッとはまるケースとなっていて、ケースは10本入りなので結構スリムですね。非常に持ち運びに優れたケースかなと思います。他にも 0.7mm、0.9mm の計3種類がラインナップされています。では本題のシャープペンについて詳しく紹介していこうと思います。こちらはダイソーのラバーグリップシャープペンというそのままの名前のシャープペンですね。こちらはパッと見500円ぐらいするのかなと思ってしまう見た目で、全然安っぽさを感じないです。実際に書いてみてもかなり安定していて、最初は感動した記憶があります。こちらは製図用シャープペンなので 4mm の長いガイドパイプとなっていて、微妙に低重心で筆記も安定していて、かなりクオリティが高くなっています。こちらは十二角形のグリップとなっていて、横方向に溝が入っているので滑りにくくて、なおかつ握り心地も優れたシャープペンとなっています。口金の根元から先端まで 20mm もあって結構長いので、ペンを握るときにペン先に近い位置で握っている方は上の方で持つことになります。自分はちょうどいい位置に、グリップがあると思うんですけれども、人によってはちょっと握りにくいかなと思いますね。すごくペン先の短いロッドリングの数字シリーズなどのペンで慣れている方は注意していただきたいなと思います。グリップは十二角形なんですけれども、軸は四角形となっています。クリップを取り外しても転がりにくい配慮がされていますね。外見だけ見るとこれ赤字になるんじゃないかと不安になるぐらいよくできているなと思うんですけれども、分解をしてみるとペンとしてのクオリティを保ちつつコストダウンするための工夫が数多く見られるので、紹介をしていこうと思います。メタリック感があるので一見すると金属に見える軸の素材ですが、樹脂が使われています。ここのネジのところは表面を何かでコーティングしていて、バリが出っ張っていますね。グリップの先端のところ、それから芯タンクにも分かりやすく出っ張りがあります。バリのおかげで芯タンクの転がりが防止されているっていうのはある意味機能的かなと思いますね。こちらのシャープペンはそういう仕上げの部分がかなり雑になっているなといったシャープペンです。それが一番顕著に現れているのが芯タンクですね。これ笑っちゃったんですけれども、穴が開いています。金型の性質上妥協してこのような穴が開いたのか詳しいところはわからないんですけれども、とにかく芯タンクに穴が開いたシャープペンは初めて見ました。キャップは金属でできていて、消しゴムも金属で包まれています。芯タンクの容量は結構ありますね。だいぶ容量が入るかなと思います。でもこのシャープペンのすごいところが、チャックのところだけは一切妥協していないんですよね。実はペンテルのグラフペンシルやシュタインと非常に似たものが使われています。わずかに違うところもあるんですけれども、このようにほとんど一緒になっています。100均のシャープペンも金属製の口金となっていて、口金は全部互換性がありまして交換することができます。クリップも刻印はされていないんですけれども、同じ形状のものが使われていて、不思議なことに800円のグラフペンシルとの共通点がたくさんあるシャープペンとなっています。8倍も値段がするグラフペンシルの方がクオリティが高いっていうのは言うまでもないんですけれども、ラバーグリップシャープペンはシャープペンの最も重要な心臓部分であるチャック周りと口金がグラフペンシルと同じような作りになっていて、重要なところだけは妥協していないというのはすごくいいかなと思いました。これ以上の出来は100円のペンで求めるものではないかなと思います。でもなんでグラフペンシルとこんなにも共通点があるのかが気になるところですね。このように心臓部分にいいパーツを使っているおかげで、ペンの重量の割にはしっかりとした書き味で、書いている時に不具合も起こりにくくなっています。ただ、キャップと軸の隙間がかなり大きいので、ほんの少しですがぐらつきを感じるのは残念かなと思いました。もう少しぐらつきを抑えれたらもっと安定感が増したかなと思いますね。重心バランスはやや低めな部類に入ります。それに加えてかなり軽いペンなので早く書くのに向いているかなと思います。
でも鋼軸が結構太いので、もう少し細くしたらもっと低重心になるんじゃないかなと思いますね。ということで、このペンについていろいろと解説をしてきたんですけれども、5つ星評価をしてまとめていこうと思います。まず書きやすさについてですが、星 4.5 ですね。ペンとしては書きやすい部類に入ると思いますが、もう少し重心を低くしてほしかったなという願いを込めて星 4.5 とさせていただきます。続いて持ちやすさは星4ですね。個人差はあると思いますが、自分はちょうどいい位置にグリップがあって、ラバーグリップなので滑りにくくて持ちやすいかなと思いますが、クリップが邪魔になってしまうので星4つとさせていただきました。クリップの取り外しは、できることはできるんですけれども、ちょっと大変ですね。続いて書き味については星3つですね。この軽さの割にはかなりしっかりとしている方なんですけれども、重量があるペンとかと比べると、劣ってしまうところがあるので星3つとさせていただきました。この重量で書き味が星3つなのは普通にすごいと思います。続いてペン先の視界ですが、何不自由なくクリアに見えるということで星5つです。グラフペンシルの方が口金がシュッとしていて見やすいなとは思うんですけれども、100均の方も十分細いので不満はありません。続いてデザインですが、星4つですね。100円という値段の割にはかなりかっこよくて安っぽさを感じないですね。ただクリップが取り外しできそうですが、もう少し取り外ししやすいような設計にしてほしかったなということで星4つとさせていただきました。そしてコスパは言うまでもなく星5つです。これはもう文句ないですね。これ以上のクオリティを100円では求めてはいけないです。最後に総合評価をすると、自分は星4つとさせていただきました。本当に500円払っても不満が残らないような素晴らしいシャープペンで、値段関係なしにシャープペンとして優等生な部類に入るかなと思います。コロナが収まって外出できるようになったらぜひ買ってみてください。ということで今日はダイソーのラバーグリップシャープペンのレビューでした。100均が本気を出したシャープペンかなと思います。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。